はい、というわけで北海道の広尾町からね戻ってまいりました。今はですねどこにいるかと言いますと、山口県のですね僕のおじいちゃんの家に来ております。僕の祖父はですね数年前にね亡くなりまして、空き家の状態なんでね誰もいないんですけども、こっちでですねイノシシ、タヌキ、キツネ、ニホンザルのね狩猟を見学させていただけるということでやってまいりました。獲物が取れればですね動画になりますんでね、ぜひねこれからの動画にもご期待をといったところで、北海道から山口まで来たからさ、もうあったかいんやろうなって思ったんやけど寒いで、そしてもう白銀の世界でめちゃめちゃ景色がいいです。皆さんにお見せしましょう。めちゃくちゃ景色が良いです。この白い平原が広がっておりますけども、これは全て米の畑ですね。祖父が亡くなるまではですねこちらの田んぼで米を作ってねコシヒカリを育ててたんですけども、毎年毎年ねコシヒカリの新米を食べて育ったんでね、お米はですね実家を出た後にですね初めてめちゃくちゃいい米食べて育ってきたんだなっていうことに気づいたんですけども、懐かしの場所ですね。はい。で、昔はあんなフェンスなかったんですけども、フェンスがね張られております。このフェンスはですねおそらくイノシシのね侵入を防ぐためのフェンスですね。まだここら辺の人たちに聞き取りしてないんでわかんないんですけども、ここら辺もねイノシシの食害がひどいんでしょうね。話がそれてしまったんですけども、楽しみなエゾジカ肉、もう早くエゾジカ食べたくて仕方がないんでね、早速、今日はですねバーベキュー、そしてですねカツがねめちゃくちゃ美味しいってねおっしゃってたんで、カツこの2種類をね作って食べていこうと思います。ハツと肝臓もねいただいたんですけども、あまりにも動画の尺長くなりそうなんで次回の動画でね食べようと思います。ということで早速火をつけていきましょう。これ家の前の雪なんですけども、結構動物の足跡がついてますね。これは何なんだろうな。多分タヌキかキツネだと思うんですけども、目の前までねこうやって動物が来るんですね。さて炭は高火力でいきましょう。よいしょ。この炭でか一個一個が。では着火。いやにしても寒い。息が白くなる。さてでは火がつくのを待ってる間に肉の下ごしらえと酒の下ごしらえをしていきましょう。酒の下ごしらえはこうです。おらー、これでキンキンに冷えたビールが飲めるぜ。完璧である。これが凍るまでに調理を終わらせなくてはならない。はい、というわけでバーベキューにしていきましょう。これ邪魔だな。これちょうど気温見れるじゃん。気温1度ですね。朝までマイナス何度かわからんけどめっちゃ寒かったけど、なんか今昼になってね結構雪が溶け出してきてますね。ということで持って帰ってきたのがこちらですね。ロース、そして内ロース。これはね背骨の内側についてるロースで、30キロぐらいのエゾジカからこれだけしか取れない。白さん曰くここが一番美味しいとことでした。でそしてこれがももですね。後ろ足の筋肉ですね。で3人でね分けてね持って帰ったんで、今回ね後ろ足とロースの一部と内ロースで、本来はねもうちょっとね1頭からもう少し取れるんですけども、基本的にですねジビエ肉っていうのはですね衛生管理がねめちゃめちゃ厳しくて、一応僕食品加工場やってるんで衛生管理ね一通り勉強したんですけども、あんな感じでね雪の中でバッてさばいてましたけど、外でさばいたものって売買禁止なんですよ。売り買いすることは禁止されてて、逆に言えば、あんな鮮度のいい状態でバッてばらして雪で冷やして食べれるっていうのは流通してるものでは不可能なね貴重な一品でして、じゃあ食べずにどうしてるのかって言いますと、基本的にはね尻尾を切って行政に届け出をして駆除の手数料をいただきまして、あとはですね焼却場に持っていくような流れになってます。ジビエのね問題としてはね、食品衛生法が厳しすぎてあんまり食べられてないし、駆除手数料しかもらえないから儲からないから、あんまりやる人がいないんですね。それでですねハンターになる人ってもうほとんどいなくなってて、5年前とかだったらそこもねイノシシのフェンスとか張ってなかったけど、今だったらもうイノシシが来るんでしょうね。イノシシのフェンス張ってあったりとか、あとは食害がひどいらしくて、植林したらね植林した芽をバシバシ食べたりね、米も何でも食い荒らしていくんで、農業被害がねめちゃめちゃひどいんでね、ある一定数取らなきゃいけないけど、それを食として、なかなか食べることができないという非常に面倒くさい法律になってるんですけどもね、そんなジビエの世界ですけども、なんかこうやって発信してたら若干ねルールがね緩くなったりしてくれたらな嬉しいなっていうのはありますよね。なんか寒すぎて全然溶けてないんですけど、こちらロース一旦切ってみましょうか。今回もこのロースとかいただいたんですけど、白畑さんにもお金お支払いすることはできなくて、何か今度ね整備でも送ろうか。そうだね、こんな貴重なものいただいたんだから。4日間ね同行してくれたからね。あの人元気すぎる。朝5時起きで夕方までずっと働いて一生喋ってるんだもん。何歳だっけ？ 75だよ。
ジビエって結構ね、まずいイメージがね、あると思うんですけど、あれってやっぱり血抜きができてなかったりとか、あとはですね、夏場とかにね、取ってしまって、皮に一晩とかつけて、冷やし込みとかするんですけど、生臭くなるに決まってるじゃないですか。処理状態のね、非常に悪いものがね、せっかく取れたから町のみんなにあげようみたいな感じで、結構出回ってて、で、それで臭いイメージがね、ついてるんですけども、しっかり処理すればね、ほとんどの人がね、結構、ジビエもね、なんか普通に美味しいぞっていう風にね、言ってくれるんですよ。ただ、物にはよりますけどね、全体的にオスで、でかい個体はそんなに硬くて美味しくないっていう意見が多いんですけども、メスの方がね、基本的には美味しいらしいんですよ。このエゾジカは、メスのおそらく1歳半ぐらいの個体でしょうね。これでロースや。うちロースなんてこのままやったらいいんじゃないか。で、なんか鹿とか、野生動物って人間とは違って、ポン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 子供が生まれてくるようで、今回の動画映ってるか映ってないかわかんないんですけど、親子の鹿で、歩いてたんですけど、でなんか親がかばおうとしたりとか、で子供がバーン撃たれたら、心配で駆け寄ってきたりするもんだと僕も思ってたんですけど、親が一番最初に逃げ出してましたね。ちょっと衝撃でした。野生ってこういうことなんだなっていう。これこのまんまでもいけそうだけど、ちょっと切ろうか。これは内ロースってものですね。なんかたらこみたい。で、エゾジカはですね、この本土にいる鹿とは若干種類が違くて、亜種って呼ばれるもので、一応交配は可能なんですけども、若干サイズが大きくて、質としてはね、結構脂が乗ってて美味しいんですよね。どのぐらいでかいかっていうと、奈良公園にいる鹿って、でかくて50キロとか70キロとかだと思うんですけど、この鹿はですね、150キロから200キロぐらいまででかくなります。こんなんなります、こんなん。で、毎回ね、角も生え変わるんで、もう角もね、すっごいでかいのがね、時々落ちてたりするみたいで。で、ちょっとこれ見比べてみましょう。こっちが内ロースで、こっちは普通のロースなんですけど、内ロースの方が身がすごい詰まってる感じがありますね。なんかサラミみたい。なんかこれ生でいけそうやけど、絶対食ったらあかんよね。ケツからタナダムシ出てきましたとか面白いけどね。ジビエのね、動画上げるとね、賛否両論の意見がね、来るんじゃないかなって思ってます。ただね、こういう普通に家が建ってたりとか、あと道路が舗装されてる場所とかもですね、舗装する前、それこそ家建てる前はですね、鹿だったりね、イノシシの住処で山があった場所だったんですよね。そういう人間の住処を維持し続けるためにはですね、ある程度動物を間引かないと、どうしてもうまく生きていけないんですよね。せっかくあんな広尾町に凄腕のハンターがいて、ジビエの処理施設がね、ないんで、販売できないんですけど、この動画を機に広尾町にジビエの処理施設できる動きができたらな、めっちゃ嬉しいけどね。ただこの肉がどれだけうまいかってことや。今日は辛口評価ですよ。勝るより下の声と母親が来てますからね。でも俺も母さんも割とオーガニック派だもんね。どっちかというと。そうだね。もも肉を切ろう。これ脂乗っててうまそうだな。ステーキじゃん。でもこれ、イヌイットとかが切る切り方じゃん。カツがね、うまいらしいからね、もも肉をカツにしようと思ってる。うわ、すごい筋肉。2人だったらこんなもんでしょう。あとは冷凍して、また食べましょう。肉のいいところは冷凍してもあんまりね、身質が変わらないところですよね。魚すぐね、冷凍するとね、ダメになるものが多くて。ちなみにこれ4日間熟成させてから冷凍させてるんですけども、魚とは違うメカニズムで熟成が行われてると思うんですけども、熟成するとですね、繊維がほぐれて柔らかくなるプラス、旨味も増えるみたいです。ちょっとまだ調べてないんで何の旨味成分なのかとかはね、わからないんで、ぜひ皆さんコメントで教えてください。じゃあ焼こうかな。これ絶対うまいやろ。母さん鹿食べたことある？鹿は30年以上前に1回北海道で食べたね、旅行行った時。30年以上前に北海道に旅行行ってるってお金持ちやったよね。独身ですからね。独身の看護師やったもんね。そうだね。一番ねお金使える時期よね。俺の母親になんかならなければカメラマンとしてこき使われることもなく。いや、北海道行かなくても鹿食べれるから。熱っこれ火強すぎ。これまずいぞ。焼いたら内ロースなのかロースなのか分かんなくなってきた。分けておいて。白畑さん曰くミディアムレアぐらいが美味しいんですって。ただ火ちゃんと入れないと当たるからマジで気をつけろよと言われております。うわ、うまそう。私の世界では1週間が過ぎてるんですけど、多分動画ではさっきまで生きてた鹿がすぐにこうね肉になってるのを見るとちょっと何なんだろうね。でもここまで来るとさ、もう本当に美味しそうにしか見えないじゃん。なんかかわいそうっていう感情ってどこでスタートしてるんだろうみたいなちょっと考えてしまうよね。もうなんか母さんからしたらさ、撃ち殺されるとこ見てないからさ、かわいそうとかないでしょ。そうだね。スーパーのお肉と同じような気持ちだね。特に何も思わないでしょ。見ちゃったからな。スーパーのお肉もさ、土畜されるところとか見たらさ、やっぱ食べれなくなる人一定数いそうだよね。じゃあまずは塩からですね。では、まずロースからいただきます。ロースね。見た感じね、さっぱりしてそうですけども。
これジビエって言われんかったら、マジでジビエかわからん。母さんも食べてみて。いただきます。これはどこかな？それロース。ロース。うん。美味しい。でもやっぱり牛でも豚でもない、やっぱ肉の味があるけど、すごく柔らかくて美味しい。なんか旨味すごいよね。うん、旨味がある。こんだけさ、エゾジカって美味しいからさ、エゾジカ食べるみたいな感じでみんなに聞いたりするんだけど、ジビエか、とか言ったりするけど、こんなん絶対もらった方が得やんね。そうだね。これ、普通になんかスーパーで売ってる安い肉とかでは暗いものにならんぐらい美味しくない？確かに。うまっ。これ焼肉のタレの方が合うよ。鹿自体がめっちゃ味濃いかって言われたら、そんなに味が濃いわけでもないよね。牛肉っぽい旨味っていうのかな。豚肉とか鶏肉みたいな味ではないね。じゃあこれ、うちロース。うわ、うちロースうまっ。うちロースね、僕はですね、和牛の A5 ランクとかでサシがブワー入った、ああいうのよりは、なんか沖縄で食べるようなさ、2000円で 500g みたいな、バカでけえ肉みたいなのが好きなんですけど、もうああいうのの、なんかちょっと上位互換みたいな味がします。うちロース。柔らかくて、歯切れが良くて、で、しかも油がないんで、さっぱりしてるんですよね。獣臭さも全くない。じゃあこれ、後ろ足のもも肉ですね。食感はね、豚のロースに近いかも。でも味はなんだろう、鹿だな。うまいわ。あ、忘れた。そういえば俺仕込みしとったんや。忘れた。俺の仕込み。いただきます。ああ。うめえ。うまいな。なんかさっきまでさ、ちょっと熱くてさ、焼いてる時、めっちゃ熱くて、で、今脱いで、キンキンに冷えた、もう本当に1度か2度ぐらいのビールを飲むの、すごいうまいな、これ。なんかサウナみたい。俺あんまサウナ好きではないんだけどさ。ちょっと母上もこの最上級のエゾジカうちロース食べてみてよ。ちょっと食べたくなってるやろ。視聴者のみんなもちょっとこれ食べたくなってきてるやろ。ほんとね、視聴者さんたちと一緒に食べたいね。それね、無料イベントじゃないとできんのよね。無料イベントで子供たちと河原でバーベキューするみたいなとかやりたいよね。最近ね、大人の人はさ、俺が炎上したからさ、あんまり話しかけてくれないんだけどさ、子供たち知らないからさ、なんでみたいな感じだからさ、子供たちが結構話しかけてくれて、写真撮って勝るみたいな。写真撮って勝るみたいな感じで歩いてたら、うわーやられた。ちょっと待って。ちょっと待って。やばいやばい。これね、すっごい柔らかいね。すごい柔らかい。なんかこんなに赤身なのにさ、歯切れが良くてさ、柔らかいってさ、低温調理とかでもなくこんな直火で焼いてるのにさ、パサパサ感が全然なくて、ほんと美味しい。これさ、今日セロースあるから来なよって言われたら、行くってなるもんね。地元の人たちはきっとそうなんやろね。うわ、これはうまいわ。これ日本どうにかしようよ、マジで。これせっかくさ、人が住む生息域を守るためにさ、鹿の狩猟とか、イノシシだったりとか、熊の狩猟が行われてるのに、しかもそれがさ、ちゃんと処理すれば、めちゃくちゃうまいやんな。命を無駄にしてるのは嫌だね。ねえ、これがさ、もうちょっと簡易的な処理でさ、販売してもいいみたいな感じになればさ、すごいいいのにね。それに、今、海外の人もね、結構見てると思うんですけど、これ海外に輸出できないんですよ。販売はね。もししっかりとした処理施設でやられてても、海外には売れないんですよ。この日本のジビエが。逆に、海外のジビエは日本で買うことができたりするんですよ。国によってはね。謎じゃない？でも誰も YouTube でいちいち発信する人がいないからさ。だってさ、200万人まで行ったらさ、もう沖永良部島でさ、魚取って動画出しとけばさ、安泰なのに、わざわざ狩猟免許取って各地転々としてるのはもうちょっと若干変態味を感じるよね。うまっ。でもジビエスタートしましたね、これから。まあ、狩猟免許取ってるんでね。ライフル銃はね、10年間かけないとね、取れませんけども。まあ、他のね、罠猟だったりとか、くくり罠だったりとかね、箱穴とかはね、できますんで。まあ、我々もね、またここ山口県で習ってね、やっていこうと思うんですけども、まあ、その前にですね、カツがうまいと聞いておりますんで、カツも作りましょうか。まあ、とりあえずこれ、ちょっと2人で食べきっちゃおう。いやー、食い切ったね。あと2倍ぐらいあってもよかったね。うん、そうやね。全然食えた。山口県だしね、父さんにも食べさせてあげんとね。いつも父さんだけ仲間外れだからね。そうやね、置いといてあげよう。じゃあ、まあ、繊維がね、ちょっと硬めなんで、若干こうやって繊維切っていきましょう。ちなみにまだカチンコチン。全然溶けなかった。家の中もね、これ寒いんですよ。ほんまに。なんかこの家さ、まあ、じいちゃんがね、住んでたんだけど、こんな寒いのにさ、冷房しかないんだよ。
エアコン。やばくない？で、なんか冷蔵庫とか冷凍庫とかいっぱいあんの。いらねえだろってちょっと思っちゃうんだけど、これはね、多分ね、絶対訪問営業で買わされてるよね。でもこれじいちゃん好きそうやね、これの味。食べさせたら喜んだだろうね。喜んだよ。じゃあ塩コショウ振っていきます。卵割っていくよ。いや、このシェアする用のサイズよ。あ、やばい。油温めるの忘れてた。やばい。急げ急げ。では、油を温めましょう。これはもう、金網なんて置いたらダメでしょ。これでしょ。この油、ちょっとさ、油が賞味期限切るってあんまないやん。賞味期限、見て。2023年4月22日。うわぁ。どんな味なんやろ。これ全然さ、凍ってるから、ここ置いとこ、ここ。さて、温まってきてるのか。まあまあまあ、ギリいけそうだけど、どうだろう。いけそうか。いけるな。多分低温の方がいい。凍ってるから。うわ、これうまいよ。まあ、10分ぐらいやっていきましょう。はい、では完成しました。うまそう。うまそう。これソースで食おうと思ったけど、ソースなしでもうまそうやな。じゃあ切りますよ。ミディアムレアがいいって言われたけど、完全にこれはミディアムだな。じゃあいただきます。エゾジカのもも肉のカツでございます。めちゃくちゃうまい。これはね、鹿の香りがするね。なんかバーベキューだと鹿の香りがふわってもう揮発して飛んでしまってあんまり鹿の味がしなかったんですけど、衣に閉じ込めると鹿の香りがふわっときますね。で、かつって言ったらちょっとなんかダジャレみたいな、やっぱ油があることで、さっぱりしてたところがですね、すごいジューシーになってるんで、さっぱりしてるのはさっぱりしてるのでいいんですけど、若干不足してたところが補われてる感じもあってすごく美味しいです。食べてみて。野生動物の味がする。いただきます。うん。味が濃い。めっちゃ味濃いよね。味が濃い。でも嫌な味じゃない。美味しい。牛っぽくない？なんか香り。うん。牛に近い感じがするけど、牛よりすごくヘルシーな感じ。そうだね。でもパサパサじゃない。いや、これうまいわ。うまっ。ちょっとクジラっぽいかも。やっぱなんか赤身が強いんで、若干レバーっぽい鉄分の味がしますよね。うん。それがなんか逆に旨味っていうかアクセントになってて美味しい。でもレバーが好きな人はマジで大好きだと思う。食い切ってしまうけど大丈夫ですか？いいですよ。うまっ。それでは、ごちそうさまでした。いやー、うまかったな、鹿。こんなうまいのに、結構都会の人たちからね、ちょっと敬遠されてるのがね、もったいないなってやっぱり思っちゃいますね。やるんですよとかね、言うと、ジビエってなんで食べる必要あるの？結局、なんか行って結構高い金払って、なんか牛の方が美味しいなで終わるやんって結構みんなに言われるんですけど、皆さんロマンが足りませんよと。全然ちゃうもんですよと、声を大にして言いたいですね。実際うまくなかった。美味しかった。サシがめっちゃ入ってる肉と比べてどっちがうまいかって言われたら、それはなんか難しいところあるよね。なんかちょっと全然違うもの？違うよね。うん。なんか海産物って言うんだったら牡蠣とアワビどっちが美味しいかって言ってるようなもんやな。それはちょっと比べられないんじゃないみたいな。あとはね、味の慣れもありますからね。普段食べ慣れてるものの方が美味しく感じますからね。多分鹿ずっと食ってたら鹿しか食えん体になりそうなぐらいうまいね。ということで DMM さんとね、白畑さんね、いろんな人の協力のおかげでね、この動画撮れてたんですけども、2025年はですね、自分でもね、使用できるように、ね、なりたいなと思っております。はい。これからもね、いろんなものをね、出していきますので、今日もね、イノシシの罠ね、かけてくださってるんでね、明日ね、かかってるかもしれないのでね、ウキウキでございますということで、はい。ぜひね、次回も動画お楽しみにということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。